はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、エノシスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、ブリッジの1日の制限のイーサリアムからフレアは5万 USDT ですかという質問ですね。だから今ですね、イーサリアムの USDT をですね、フレアネットワークの EUSDT にブリッジングすることができるんですけども、その上限ですね、1日。それが5万 USDT ですかって質問に対して、これに対してですね、7日間に連続して上限に達した場合は、1週間後に引き上げられますと、上限値がね。で、いつリセットされるかについては、日本時間の午後10時から11時にですね、一旦リセットされることになりますので、ブリッジングできない方はですね、そのその時刻以降にですね、またブリッジングすることができるといった形になります。ただですね、もう今 FLR とですね、EUSDT のスワッピングがもう開始されてますので、ブリッジングしなくてもね、FLR を EUSDT に直接交換することができるようになってます。はい、で続いて、エノシスで利用される WFLR は自動的に DeFi オラクルズにデリゲートされるということで、だからエノシスでね、利用している WFLR っていうのはですね、自動的に、FTSO のプロバイダーの DeFi オラクルズっていうところにね、一括でデリゲートされるようです。はい、続いて APS のアプシスのファームの年間残利回りはということで、現時点では0から無限大の間です。APS はまだ決定値を持っていないということで、ただもう今、現時点ではですね、ファームの報酬の方、もう記載の方されてまして、300%、年収率を300%近くですかね、というふうに表示の方も確認することができるようになっています。で、続いて1日の上限を10万 USDT に引き上げましたということで、これ先ほどの上限値の話ですね。だから上限がずっと継続されましたので、最終的な上限値がまたね、更新されて引き上げられましたっていうお知らせになります。で、続いて、エノシス DEX に APS-FLR 流動性プールが追加され、関連するファームプールがエノシスファームで、稼働していますということで、この APS-FLR のね、流動性プールが公開されたということですね。で、スワップが初期流動性を追加するためしばらくの無効となりますと、ただもうこれはね、スワップの方開始されてます。で、流動性トークンに、提供された FLR は引き続きデリゲートと FLR エアドロップですね、報酬を受け取ることができますと。で、流動性はこちらのサイトで、提供できますと。で、今回の動画の概要欄の方に今回の動画の元記のリンク貼っておりますので、そちらクリックしていただいて、この DEX の方ですね、クリックしていただくとサイトの方を見ることができます。で、LP トークンはその後、作った後にファームプールにステーキングすることができますと。で、LP トークンの作成とかですね、ファーミングに関しては別の動画でですね、先日動画の方をアップしておりますので、まだ見られてない方はですね、そちらマニュアルの方をまとめておりますので、そちらからですね、見てみてください。はい、で続いてですね、エノシス DEX の APS-FLR で、スマップが有効になりましたということで、実際にね、もう交換することができると。で、APS をファームで手に入れてない方は FLR でも購入することができるようになりましたと。で、さらにですね、FLR-SGB ブリッジがないのはなぜないのでしょうかと、もしユーザーがフレアの報酬をソングバードに変換し始めたら、それはいいことだと思うと。だからフレアネットワークの FLR とソングバードネットワークの SGB を直接ブリッジできないんですかって質問ですね。これに関してはですね、このブリッジはエノシスのロードマップには載っていないと。で、2つのネットワークを分離して、一方から他方への伝染の可能性を避けたいからだと説明されて、現時点はね、その予定はないと。ただそのね、一方から他方へのネットワークの伝染っていうのはどういう意味を言っているのかちょっとわからないので、引き続きですね、情報の追っていきたいと思います。はい、続いて FLREUSDT と FLRAPS は両方ともデリゲート報酬と、フレアエアドロップの対象となりますということで、WFL はコントラクトで確認できますと。だからエノスのね、サイトで利用しているものは WFLR になっておりますので、デリゲート報酬とフレアドロップをね、同時並行で受け取ることができると。で、流動性報酬はいつ請求できますかということで、これに関してですね、流動性プールを終了すると、流動性プールの保有期間中に獲得した手数料が組み込まれた状態で、流動性の取り分が返還されますと。はい、続いて EUSDT のブリッジ手数料はということで、手数料は一律 1.5% で、その他にガス代がかかると。ガス代はブリッジング時のネットワークの混雑状況によって変動しますと。
で、続いて APS のトークンはいつ請求できますかということで、これね、僕の方でね、質問させていただいたんですけども、こんにちはと、APS ファームの報酬はいつでもお好きな時に請求できますと、流動性を提供するためのスワップ手数料は流動性トークンに組み込まれていますということで、ご回答の方をいただきました。で、続いて、エノシスデックスをコインマーケットキャップに上場申請中ですということで、ベンチマークサイトのコインマーケットキャップに今上場申請しているようですので、DEX の情報がですね、コインマーケットキャップでね、これから見ることができるようになるかもしれません。続いて、こちら、ヘリオンの最初の公式上場ということで、ヘリオンね、今後 EXFI のね、残高スナップショットで DFLR がね、ドロップされて、それをヘリオン、HLN と交換することができるんですけども、そのトークンに関しては、このビットルーね、取引所で上場するようです。ビットルーの方からね、配信の方ありまして、ビットルーは、常にエノシスとフレアネットワークとコミュニティの友人ですと、ヘリオンの最初の公式上場でビットリーオフィシャルと協力できることを大変嬉しく思いますということで、一応ね、エノシスの方から配信の方ありましたので、今後ですね、ビットルーの方で、このヘリオンがね、扱われることになるようですので、またですね、情報の方ありましたら、共有の方していきたいと思います。はい、続いて FLR APS をステーキングしています。デリゲート報酬は2つの FTSO またはシステムに割り当てられた FTSO から受け取りますかということで、現在 LP 契約はあなたの WFLR を保持しているため、デリゲート報酬はその契約アドレスを通じて行われますと。私たちは現在シンプルにするためにその全てを DeFi オラクルにデリゲートしていますと。プロバイダーは選べないんですけども、自動的にこの DeFi オラクルにデリゲートしていますので、報酬の方は発生するといった形になります。はい、ヘリオンのエアドロップの EXFI スナップショットはすでに取られてますかということで、これは配布が始まってみないとわからないということで、実際にね、DFLR の配布がね、行われてからではないと、そのスナップショットはいつだったかっていうのはわからないようです。はい、で続いて、ウォレットが接続できません。ビフローストですということで、ビフローストの、ブラウザをね、使用している場合は、メタマスクアイコンを選択してくださいということで、アドバイスのモデレーターのことをされてたんですけども、一応先日の動画でね、メタマスクの方でマニュアル作成したんですけれども、ビフローストの方はですね、こちらのビフローストのウォレットコネクトからビフローストを選ぶんではなくて、このメタマスクをね、タップすると接続できるようです。で、実際にね、僕の方でも行ってみたんですけども、ウォレットコネクトですとエラーになっちゃうんですよね、ビフローストを選んでも。それでね、メタマスクでやってみたら、接続できましたので、接続できない方はね、一度試してみるのもいいかと思います。ただですね、一応モデレーターの方がね、答えられているので問題ないかと思いますが、その他の動作についてはまだね、僕の方で調べてないので、他の方はね、自己責任でお願いいたします。はい、続いて、長期的には負けることなく利益を得ることを願っています。そうでなければ流動性提供を提供する意味がありませんという質問に対して、さらに、質問というか意見ですね。それに対してさらにファーミング報酬、デリゲート報酬、フレアドロップも受け取りますよと。FLR ヘリオンは12ヶ月間以下の資格を得ることができるため、コミュニティの人気者になる可能性が高いと。スワップの手数料を手に入れて、APS ファーム報酬を手に入れて、デリゲート報酬、フレアエアドロップ、あとはその後のヘリオンのエアドロップの分配金に使われると、いったことで同時並行でね、これらの報酬が手に入るので、人気者になる可能性が高いよっていうね、説明をされてました。はい、続いて、こちら最後になります。HLN、ヘリオンが初期流動性でどの程度の価格に設定されるか教えてくださいということで、それが実際に決定しているかどうかまだわからないと、その情報が事前に共有されているかどうかもわからないし、少なくとも私はその話を、思い出せないということですので、だからその価格がどれくらいになるのかっていうのはまだね、共有のされてないのかな、ということで、モデレーターの方が答えられてますので、またね、情報の更新ありましたら、また配信をしていきたいと思います。はい、ということでね、ここまではね、直近の情報になります。で、僕の方でですね、今、エノシス関連とか、あとフレアネットワークス、ソルティニックコアリムですね、XRP レジャー関連、リップル関連ですね、すべて毎日海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画の方もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらですね、また別の動画も見ていただければと思います。あと実際にね、エノシスの取り扱いに関しては、先日ですね、マニュアルとして、やり方等ですね、すべて、マニュアルの方を公開しておりますので、またそちらの動画もですね、興味ある方は見ていただければと思います。またそれ見ていただいてですね、わからない点とか質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方にですね、僕の公式 LINE のリンク貼っておきますので、そちらからお友達追加していただいて、コメントしていただければ僕の方で直接ですね、すぐにお答えさせていただきますので、よかったらよろしくお願いいたします。
はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさん LINE 公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。